価格は半額、性能はそれ以上。サムスンが本気で作った XR ヘッドセットがついに発売されました。以前の動画で紹介したプロジェクトムーハン、覚えていますでしょうか？ Google とサムスンが共同開発していた Android XR ヘッドセットです。それが正式にサムスン Galaxy XR として10月21日、アメリカと韓国で発売開始となりました。価格は1799ドル、約27万円です。ビジョンプロが3500ドルですから、ちょうど半額になります。しかし驚くべきことに、多くの面でビジョンプロを上回っているとされています。ディスプレイはビジョンプロを上回る高解像度で、重量は 545g とビジョンプロより約 100g 軽量です。そして何より Google の Gemini AI が深く統合されているのがビジョンプロとの決定的な違いでしょう。今回の動画では Galaxy XR の詳細スペック、Gemini AI が実現する体験、Android エコシステムの強み、そしてビジョンプロとの比較まで見ていきます。それでは行きましょう。まず基本スペックから見ていきましょう。Galaxy XR は 4K マイクロ有機 EL ディスプレイを搭載しています。総ピクセル数は2900万ピクセルで、ビジョンプロの2300万ピクセルを上回っています。IPD 調整は自動になっています。モーター式なので装着するだけで最適な同交換距離に調整されます。ビジョンプロも自動調整ですが、Quest 3は手動式です。メモリは 16GB を搭載しています。ビジョンプロと同じで Quest 3の 8GB と比べると2倍になります。プロセッサーはクアルコムのスナップドラゴン XR2 プラス Gen2 を搭載しています。Quest 3に搭載されている XR2 Gen2 の上位版で CPU が最大 20%、GPU が最大 15% 高速化されています。重量は 545g になります。ビジョンプロが600から 650g なので約 100g 軽量です。デザインが似た形状の Quest Pro が約 740g だったことを考えるとかなり軽量化されています。デザインは額当て式のオープンタイプです。ビジョンプロに似た形状で下側が完全オープン型になっています。完全な没入感が欲しいときは着脱式の遮光パーツを磁石で取り付けることができます。バッテリーは外付けになっています。一般利用で2時間、動画視聴で 2.5 時間とされています。ビジョンプロも外付けで似た駆動時間なので、ここは同レベルでしょう。コントローラーは別売りで249ドルになります。6ドフ対応、アナログスティック搭載、触覚フィードバック付きです。ビジョンプロは後から PSVR2 コントローラーの対応が追加されましたが、Galaxy XR は最初から専用コントローラーが用意されています。ゲームなどでコントローラーが欲しい場面は多いので、ここはいい点ですね。ストレージは 256GB です。ビジョンプロは 256GB から1TBの3モデル展開ですが、Galaxy XR は現時点で 256GB のみとなっています。価格をまとめると、本体が1799ドル、コントローラーを足しても2048ドルで、ビジョンプロの約6割になります。スペックだけ見れば Galaxy XR はビジョンプロに十分勝てる性能を持っています。しかし本当の差別化要素はここからです。Galaxy XR の最大の特徴は Google の Gemini AI が深く統合されていることです。今回の発表でその実力がさらに明らかになりました。Gemini は音声、動作を同時に理解できるマルチモーダル AI です。Galaxy XR ではパススルー映像も仮想コンテンツも全て Gemini が認識しています。Google と毎回反応しちゃった。反応しちゃうので、0K Google と毎回呼びかける必要はありません。これでも反応しましたね。申し訳ございません。反応したら。一度会話を始めれば、その後は普通に話しかけるだけで会話が続くようです。公式デモで紹介されていた例を見ていきましょう。まず Google マップについてです。近くのピザ屋教えてと話しかけると、ジェミニがマンハッタンブリッジ近くのピザ店を提案していました。そして店内の 3D 再構築まで案内していました。ここで注目すべきは 2D 画像と AI だけで室内空間を完全にデジタル再現している点です。ユーザーはその空間内を自由に移動したり歩いたりできます。ニューヨーク市内だけで1000カ所以上の屋外空間が再構築されているとのことです。実機レビューによると、この 3D 再構築のクオリティはかなり高いようです。ただし現時点ではニューヨークに限定されています。
日本への展開はまだまだ先になりそうです。どのぐらいリアルなのか実際に使ってみたいところです。サークルトゥサーチも面白い機能です。現実世界の物体を指で囲むだけでジェミニが画像認識して検索します。デモでは目の前の人がかけているメガネを囲むとジェントルモンスターというブランドだと特定していました。そのまま購入ページまで案内されます。画像認識機能自体はクエスト3やビジョンプロにもあります。しかし AI と深く統合されたアプリはほとんどないはずです。見ているものを即座に認識してジェミニに尋ねられるのはまさに AI に求めていた機能じゃないでしょうか。次に Google フォトについてです。古い写真を見せていつ撮影かと聞くとジェミニが写真に写っている車種やバイクから1970年代と推定していました。また任意の写真や動画を AI で 3D 化でき、これはビジョンプロの空間写真に似た機能です。美女の写真を 3D 化するのにも使えそうですね。Adobe Pulsar という空間動画編集アプリも統合されています。編集中にどのフォントが合うかと聞くと、ジェミニが動画の雰囲気を分析してフォントを提案していました。キャプションの文言についても提案していました。動画生成の Veo3 と組み合わせれば、ナレーションも自動生成できます。デモでは童謡風に熱く語ってとリクエストして、リアルタイムで音声を生成していました。そしてゲーム攻略 AI です。スターデューバレーというゲームのデモが印象的でした。プレイ中の画面を見ながら初心者で何をすればいいかと聞くとジェミニが具体的に指示を出していました。木材の使い道を聞けばチェストの使い方を教えて、長期戦略を聞けば攻略サイトを自動検索して表示していました。重要なのは公式がヘッドセットに入れられるあらゆるゲームに対応すると言っている点です。PC ゲーム、Android ゲームはもちろん VR ゲームでも使えるならかなり革命的でしょう。デモでは Android ゲームしか見せていませんでしたが、画面を認識する仕組みなら VR ゲームでも機能するはずです。実際どうなるかは使ってみないと分かりませんが、できそうです。ウィンドウ管理もジェミニに任せられます。デモでは画面整理してというと、開いている複数のウィンドウを自動で最適配置していました。ここまで様々な機能を見てきましたが、重要なのは Galaxy XR 全体の設計思想です。ビジョンプロの Apple Intelligence は iPhone での評価が微妙だと言われています。ビジョンプロにも2025年3月に Apple Intelligence が搭載されましたが、iPhone と同じ機能が使えるようになった程度です。Galaxy XR のように XR 体験そのものを AI が強化するような深い統合ではありません。Galaxy XR は XR と AI の融合を強く意識した設計になっています。ジェミニが体験の中心にあって見ている画面を理解しリアルタイムで応答します。 AI と XR が組み合わさったらこういうことができるという未来を実際に形にしているわけです。ただ自分も発表を見ていて感じたんですが、動画だけでは理解できないほど先進的な機能ばかりでした。実際に購入してもこれ使いこなせるか不安ではあります。それでも実際に使えばビジョンプロでは体験できなかった AI の融合の深さを感じられそうです。Galaxy XR のもう一つの大きな強みは Android エコシステムです。Google Play に対応していて、既存の Android アプリが動作します。数百万本のアプリがそのまま使えるわけです。これは Vision Pro と大きく異なる点です。Vision Pro も iPhone アプリが使えるはずでしたが、Netflix や YouTube など有名アプリの多くがオプトアウトしていました。一方 Galaxy XR では Netflix が独占対応していますし、YouTube や Chrome も最初から対応しています。Google 参加ということもあり、主要アプリの協力体制が整っているわけです。Chrome ブラウザはブックマークもパスワードも同期されます。WebXR にも対応しているので、ブラウザベースの VR コンテンツも楽しめます。YouTube は特に力が入っています。空間マルチビューという機能があって、複数の試合を同時視聴できます。3つのスクリーンを配置して、メインの試合を中央に、他の試合を左右に表示するといった使い方が可能なようです。VR180 動画や360度動画も視聴できます。VR180 については何か新機能があるかと思いましたが、発表では既存の YouTube コンテンツが見れるという紹介だけでした。紳士向けには DMM 対応もよろしくお願いします。さて注目すべきは YouTube の通常の 2D 動画を AI で自動的に 3D 化できる機能です。これによって既存の膨大な 2D コンテンツを空間体験として楽しめます。Netflix は XR デバイスとして専用アプリが使える唯一のヘッドセットです。Quest 3では2024年7月に Netflix アプリが削除されて、ブラウザ経由でしか
見れなくなりました。Galaxy XR では専用アプリが使えるのは大きな利点でしょう。Android XR 向けに開発されたアプリも用意されています。Adobe Pulsar は先ほど紹介した空間動画編集ツールです。アステロイドはインタラクティブ映画です。映画を見る前に登場人物とジェミニライブを通じて会話ができます。デモでは映画の登場人物から電話がかかってきて、映画のストーリーについて質問していました。サイキ23という金と宝石でできた小惑星を採掘しに行く宇宙冒険の話だと説明していました。キャラクターの背景を事前に知った上で映画本編が始まります。180度の 3D 映像で目の前にシネマティックな映像が広がります。制作にはボリューメトリックキャプチャーという技術が使われており、デモでは点群データのような量子表現で 3D 空間が構成されているシーンもありました。さらに驚くのは登場人物の声がリアルタイムで韓国語に翻訳されていた点です。本人の声質を保ったまま別言語で会話ができていました。한국팬들을위해서한국말로인사도가능하실까요？ 네, 그럼요. 한국 팬 여러분 안녕하세요. 영화 아스테로이드 재미있게 봐주세요. クエスト3での人気タイトルもかなり移植されています。40本以上のタイトルが対応予定です。これらは単体アプリとして動作します。Galaxy XR の高スペックとマイクロ有機 EL ディスプレイで単体 VR アプリの体験はかなり変わりそうです。Play for Dream でもマイクロ有機 EL での単体アプリはいい体験でしたから期待できます。今後も対応タイトルは増えていきそうです。実はバーチャルデスクトップにも対応しています。これだけでも Vision Pro に対する大きな利点です。Wi-Fi 7に対応しているので、ワイヤレス PCVR としては最高峰の体験が期待できます。Vision Pro も使い始めは感動しました。しかし日常的に使うとなると実用性が大事です。Galaxy XR はその点で日常的にも使えそうです。それでは Galaxy XR を総合的に評価していきましょう。海外メディアの先行体験レビューも参考にしています。まずパススルー品質についてです。6.5 メガピクセルのステレオカメラを搭載していて、クエスト3級とされています。Vision Pro には及ばないかもしれませんが、実用的なレベルには達しているようです。545g と比較的軽量で、実機レビューでも装着感は高く評価されていました。ジェミニ統合の自然さも評価されています。会話がスムーズで、レスポンスも早いとのことです。Android アプリの動作も安定しているようです。既存のアプリがそのまま動くというのは、やはり大きなメリットでしょう。一方で気になる点もあります。まず、額当て式のデザインについてです。これは人によって好みが分かれると思います。クエストプロと同じように、このリラックスした体勢で使いにくい設計になっています。ソファに寄りかかって映画を見るといった使い方には、この後頭部の部分、これが特に向いていないかもしれません。そしてバッテリーは外付けです。超高スペックの機種では宿命かもしれませんが、外付けバッテリーはスマートとは言えず、正直使いづらいです。コントローラーは別売りで249ドルです。Vision Pro でもコントローラーが欲しい場面がありましたから、これは買った方がいいかもしれません。販売地域は限定的です。現時点ではアメリカと韓国のみで、他の地域への展開は未定となっています。日本で買えないのはやはりこれ残念なところです。生産台数も限られています。2025年の生産目標は約10万台です。Vision Pro の予約開始が約16万から18万台だったことを考えるとかなり少ない数字でしょう。価格を考えればかなりコスパがいいですね。最近 Vision Pro の M5 チップ搭載版が発表されましたが、スペックが向上しても目立った進化はありませんでした。全体的に見て Apple は Google にかなり引き離されている印象がますます強くなったような気がします。総合的に見ると Galaxy XR はハイエンド XR ヘッドセットとして十分な実力を持っていると言えるでしょう。ではどんな人が Galaxy XR を選ぶべきでしょうか。自分は完全に Android スマホを使っています。なので Vision Pro は正直かなり使いづらかったです。Mac も結局買わなかったので Mac の仮想ディスプレイも使えませんでした。今ではイマーシブビデオの新作を楽しみにするぐらいで他にはほとんど活用用途がありません。やはり Apple エコシステムに入り込んでいないのとアプリが少ないというのが大きな理由だと思います。一方で自分は Google のエコシステムに完全にどっぷり使っています。Chrome、Google ドライブ、Google フォトなど全部使っています。そして Gemini がかなり追い上げているというのも注目ポイントです。少し前までは ChatGPT の方が優れていたような気がしますが、Gemini はかなり実力を上げてきています。動画生成の分野でも追い上げてきていますし、この先 Google は ChatGPT を抜くのではないかと言われています。
そういう意味でも AI をここまで深く統合してきた Galaxy XR は期待できそうです。そう考えると自分には Galaxy XR の方が最適かもしれません。Android ユーザー、AI 活用を重視する人、コスパを重視する人、ゲームやエンタメを重視する人には最適だと思います。一方、Apple のエコシステムに深く依存している人には Galaxy XR は微妙かもしれません。iPhone や Mac との連携を重視するならやはり Vision Pro でしょう。実際 Android ユーザーと Apple ユーザーで住み分けが行われている気がします。自分はこれアメリカでの購入を検討しています。レイバンディスプレイをまだ買っていないんですが、Galaxy XR もアメリカで発売だったのでちょうどタイミングがいいですね。どうせなら Galaxy XR とレイバンメタディスプレイを一緒に買いに行けたらと思っていろいろ試行錯誤していました。ただ Galaxy XR の予約が店頭受け取りの5日以内に受け取らないといけないらしくて、完全なスケジュールを立てることができませんでした。一応飛行機とレイバンディスプレイのデモ予約は取ったんですが、 Galaxy XR がちょうどいいタイミングで購入できるかが問題です。もし購入できたらレイバンディスプレイも合わせてぜひ期待しておいてください。ちなみに Galaxy XR は年内購入で Explorer パックが付属します。Gemini AI Pro や YouTube プレミアムの12ヶ月分など合計$1000相当の特典です。 Google は現在 AI グラスも開発中です。ワービーパーカーやジェントルモンスターと協業して日常使いできるメガネ型デバイスを目指しているようです。 Android XR エコシステムは今後さらに拡大していきそうです。ソニーやリンクスなども参入を表明しています。今後もその辺については取り上げていきたいと思います。皆さんはこれどう思いますでしょうか？ Galaxy XR に期待している人、やはり Vision Pro がいいという人、それとも Android XR の今後の展開を様子見する人、ぜひコメントで意見聞かせてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。See you in the metaverse、デジタルの夢の続き、Mr. VR saying goodbye、でもこれはさよならじゃない。See you in the next stream、新しい冒険が待ってる。Thank you for watching tonight、また